皆さんこんにちは。上司にインフレ率を考慮してあげたよと言われながら提示されたボーナスが前年度比 30% 減になっていて混乱状態を抜け出せない投資家かもおられです。さて今回の動画のテーマなんですけれども、今週は株式相場の中でも日本株が特に難聴な推移となった中で時折話題として上がってくる景気後退の懸念について、この懸念急に降って湧いた話ではなくて前々から話題に上がったり、はたまた払拭されたりしているわけですけれども、ずっと根底ではくすぶっている話、そもそも業種別にどのような景況感になっているか、前回の動画の最後にご紹介したような2つの軸というのを基準としてご紹介したいと思います。そして3月の中頃から銀行破綻に起因する金融システムに対する不安、ちょうど1ヶ月経ちましたけれども、銀行株については大きく押し下げられたまま未だ回復していない。マーケットではこれを割安と捉えて買い推奨をおすすめとして挙げるレポートがちらほら見られます。これを信じて投資して大丈夫なのか、日本の銀行株を中心にご説明したいと思います。よろしければ今回も最後までお付き合いください。まずは景気後退に対する懸念、マーケットの見方についてどのような予想がされているかというのを利益成長率の推移でご覧いただきたいと思います。アメリカの企業決算今年の第一四半期についてはもうすぐ発表が始まりますけれども、四半期ごとの利益成長についてどのような予想がされているか、EPS、一株当たりの利益のコンセンサス、すでに昨年の第4四半期でマイナスに転じていますけれども、今年の第1四半期、そして第2四半期にかけて、それぞれマイナス 7%、マイナス 6% と、決算についてはかなり悪い結果が出てくるというふうに見られています。これは当然ですね、コロナショックにおける大幅な減益以来、最低の水準となっていて、この2023年の前半を底にして、アメリカの経済では企業収益回復に転じるんではないかというふうに見られているわけですね。ただ足元でここまで利益水準の落ち込みが予想されている。そんな中で23年の後半から早くも回復に転じることが果たして本当に可能なのかというのは非常に疑問が残る点。最近の経済指標、インフレ率のデータであったり雇用関連の指標など軒並み悪い結果になった時には利上げの停止、金融引き締めのペースダウンを期待して株価が上昇するのではなく、素直に悪い経済指標に対して悪い反応、株価においても売りが優勢になる難聴な反応を見せるというのが足元で見られている状況ですね。そんな中で業種ごとに EPS 一株当たりの利益、2023年の成長率を高いものから順番に並べ替えを行いますとご覧のようになります。比較的好調と見られているのが運輸、エネルギー、銀行、小売と並んでいますが、銀行については3月の中旬以降ですね、金融システムの混乱が懸念されていて、これ以降の業績に対するインパクトが出るのは今回の第1四半期ではなく次回の第2四半期以降と見られており、来週以降始まる第1四半期の決算においては数字として現れないと思われますが、2023年の会社予想や見通しについてはご覧いただいているデータから下方修正が加わる可能性が大きくなってきています。また先日韓国のサムスン電子が予想を大きく下回る決算を発表し、半導体の減産についても公表されましたけれども、今年2023年の成長率について最も最下位と見られているのが半導体及び関連製造装置となっています。第1四半期1月から3月にかけて株価は非常に好調な推移を見せてきましたけれども、年間としての業績という面では冷ややかに見られていることは頭の片隅に置いておいた方がいいかもしれません。さてここまではアメリカを中心に四半期ごとの EPS、そして業種別の2023年の業績予想というのをご覧いただきましたけれども、今度は日本株について業種ごとに2つの軸、配当と景気の感濃度、これを用いてデータ分析を行いたいと思います。前回の動画最後にご紹介したのは配当と景気の感濃度という軸で、今はどちらかというと混乱気味のマーケットにおいてどのような銘柄を投資対象とすべきか考えていく。前回は具体的なデータ分析まで至りませんでしたけれども、イメージとしてご覧いただいているような業種ごとの配当利回りの平均であったり、景気の感濃度、よくカタカナ単語でシクリカル、ディフェンシブというような業種ごとの特徴を言われますけれども、前回ご紹介したのはご覧のような海運であったり鉄鋼、銀行株やエネルギー、
こういったところは配当利回り高い銘柄も多いですけれども、景気感濃度にも気をつけましょうと。実際景気後退の懸念が浮上してくると、景気感濃度が高いシクリカルの業種は反応としては大きく売られる傾向になってきます。また配当利回りが低い銘柄で景気感濃度が高い指を指しているポイントについては成長株が多いと申し上げました。配当利回りが高い銘柄を選びつつも景気感濃度がそこまで高くないこちらの領域にプロットされるような業種、例えば通信であったり小売といったようなディフェンシブ内需関連の銘柄がいいんではないかというお話でした。これを具体的なデータでご紹介していこうということですね。ということでご覧いただいているデータは実際に今ご紹介した2つの軸で日本株トピックスを構成する2100社、これを業種別に分析したものとなっています。業種に関しては GIX のレベル2、そして配当利回りの平均と景気の感濃度については業績の変化幅を短期と長期で加重平均して標準化したもの。そして右側には年初来の株価のリターンとその日時の株価のボラティリティが入っています。ですのでご覧いただいているデータ、業種ごとに4種類ずつありますけれども、右側の2つの列ですね。株価とボラティリティの業種別データに関しては年初来のものを今ご覧いただいているという形ですね。配当利回りに関しては足元の水準の平均、景気感濃度に関しては長い期間をとってのデータとなりますので、この2つはデータの取得期間を変えようともそこまで大きく変わってくるものではない。一方で右側は株価の推移とボラティリティですので、この年初来というのが変われば当然大きく結果が変わってくるデータとなります。さてご覧いただいている年初来のデータで特徴的なのは株価ですね。青のチャートがそこまで伸びていない、上昇が芳しくない業種に関してはボラティリティが低いものが多いというところですね。生活必需品であったり食品、飲料などの内需関連の業種があまり株価の上昇が見られない。一方で下にスライドしますとソフトウェア、テクノロジー、半導体といったところが非常に株価大きく伸ばしていて、ボラティリティも高い数字が出ているというところです。この結果をですね、先ほどの2つの軸、配当利回りと景気感濃度の縦横の軸で業種ごとにプロットしていきますとご覧のようになります。配当利回りの横軸に関しては 1% から 4%、平均値は 2.4% となっています。また景気感濃度に関しては標準化を行っていますので0が中心ということで、この4つのエリアにそれぞれの業種がプロットされました。ここまでで話題に挙げている特徴的な業種、例えば半導体ですと左の上、配当利回りは低めですが景気感濃度が非常に高いと成長株の多いエリアにプロットされていますね。一方で下の方にプロットされている景気感濃度が低い業種、食品、飲料、家庭用品などですね。こういった内需関連のものは景気感濃度低いんですけれども配当利回りもそこまで高くはないという結果になりました。それでは配当利回りが高い業種をご覧いただきますと銀行、エネルギーといったところが上がってきますね。配当利回りを追求したいけれども相場環境あまり良くないときは景気感濃度を下げておきたいという場合は右下の業種というのを中心に探していきたいというお話でした。この4つのエリアにそれぞれプロットされた業種のリターンとボラティリティを計算しますと第一証言から順番にプラスの 9%、ボラティリティは 1.1。今年の年初来、つまり3ヶ月を振り返ると、利上げによる金融引き締めの姿勢が消極的になっていくというふうに見られていたので、成長株については追い風の環境だったかと思います。ただ株価の変動、ボラティリティに関してもそれなりに高い数字。この4つの証言の中では最も高い数値となっています。第2証言、配当利回りが高くて景気感濃度も高いというエリアに関しては、株価のリターン平均で 5.7% ですが、ボラティリティの偏差値は 0.5 と、第一証言よりはリターンは低いけれども、変動も抑えられているというところですね。今度は景気感濃度が低めの第3証言に関しては、リターンが 6.1%、一方でボラティリティの標準偏差は0となっています。つまりプロットされている各業種のボラティリティの数値、これをですね、第3証言だけで集めると相場全体とほぼ同じ平均的な株価変動幅の業種が集まっているということですね。最後第4証言についてはリターンがプラス 2.9% と最も低くなりましたが、ボラティリティの偏差についてもマイナス 0.8 と他の業種よりも相対的に変動幅が小さいという結果になっています。そうすると配当利回りが高いものを欲しいと考えているときに候補となってくるのは右側の2つ、第2証言と第3証言ですけれども、2023年
今年の年初来のデータご覧いただいても、リターンは下のプラス 6.1% の方が高いけれども、株価の変動、ボラテリティに関しては下の方が動きが小さいということで、どちらの面に関しても景気感濃度が低い業種の方が軍配が上がるという結果になっています。ですので前回お話ししたような配当利回りが高いからといって景気感濃度も高いような銘柄は気をつけましょうという内容が整合的なデータとなっているわけですね。もう少し保守的に行くんであれば第3証言、そして第4証言のボラティリティが非常に小さい業種、内需関連の業種から配当利回りが高い銘柄というのを選んでいくのが混乱している相場の中では安心感があるんではないでしょうか。さて再びこちらのデータをご覧いただいてますけれども、今度はですね、変わったのはこの2つの行です。ご覧いただいているこちらのデータは3月以降に絞った株価のパフォーマンスとそれぞれボラティリティを計測したものになっています。先ほどは年初来でしたけれども、3月以降に絞るとですね、より一層金融システムの混乱による業種ごとの影響というのが現れてきます。まず株価のデータに関してダントツでマイナスに出ているのが銀行であったり保険といったところですね。もはや大きなマイナスを記録しているのはこの3つの業種に絞られています。一方でボラティリティが他の業種よりも小さい、先ほど年初来では株価が芳しくないと申し上げた内需関連の業種、生活必需品や食品関連ですけれども、こういったところは株価のプラスが見て取れます。また半導体に関しては3月以降もボラティリティ高いですけれども、引き続き株価も強いという状況ですね。同じく先ほどの4つの証言でパフォーマンスとボラティリティを3月以降に絞って計算し直しますと、ご覧のように更新されるわけですね。配当利回り高いところがマイナスに出ていて、主に銀行や金融、保険の影響ですけれども、成長株の第1証言、内需関連の第4証言はプラスのリターンになっていますね。一方でボラティリティに関しては、年初来と変わらずですね、成長株第1証言が最も高い 0.8、一方で内需関連はマイナス 0.8 と他の業種よりも株価変動が小さい結果となっています。こちらご覧いただきますと、金融システムの懸念以降は、より一層景気感濃度が低い業種、そして配当利回りもあまり気にせずにディフェンシブ守りにかかっている第4証言の業種というのが、より一層株価のパフォーマンスを上げているということですね。第1証言、半導体のあるエリアに関してもリターン同じように上げていますけれども、株価の変動、ボラティリティが高いということは、冒頭で申し上げたテーマ、景気後退の懸念というのが上がってくるたびに押し下げられて、懸念が後退すると再び上がってくる。そういった激しい動きというのを繰り返している傾向にあるということなので、そういった意味では投資効率はあまりよろしくないと考えられます。それでは最後に3番目のテーマ、銀行株について、やたらとですね、マーケットでは非常に割安、さらに金融システムはそこまで懸念することはない、非常に株価を押し下げられていると言われていますが、本当に大丈夫なんでしょうか。配当利回りが高い銘柄も多いですし、最後にまとめていきたいと思います。まず日本の銀行株についてなんですけれども、ご覧いただきたい相関は銀行株のトピックスに対する超過リターンの推移と日本の10年債の利回りの推移です。こちらのグラフ、赤のラインが銀行株の超過リターン、緑のラインが10年債利回りですけれども、ほぼ全く同じような動きを辿っているのが一目瞭然だと思います。つまり日本の銀行株が下がったのはアメリカで地銀が破綻して金融システムの混乱が始まった。それは一つのトリガーではあるんですけれども、ほとんどの要因として説明できるのが10年債利回りの低下ですね。それは金融システムの懸念が始まってアメリカで利上げができなくなったから利回りが下がっただけじゃないかと思われるかもしれませんけれども、そこがアメリカと違う点でして、日本はここまでアメリカのように利上げを行ってきていないので、くしくも先日大規模な金融緩和を行ってきた黒田総裁が退任なさった。その後の正常化というのを行っていくにあたっては利上げを行う方向しかほぼ余地は残されていないわけですね。そして国内の投資家における銀行株のオーバーウェイトのポジション推移と10年債利回りの比較を行っても同じように非常に高い相関を持っている。そして申し上げたように日本において正常化に向けて利上げが行われていくんであれば、銀行株の投資家によるオーバーウェイトというのもだんだんと伸びていくというふうに考えられるわけですね。とはいえですね、いくら銀行株が債券利回りと高い相関を持っていると言っても、銀行自体がアメリカのように潰れてしまったり追い込まれてしまったら意味がないわけです。今日本の銀行がどれくらいの
外債投資を行っているか、そして損益がどういった状況になっているかを半期ごとにグラフでご覧いただきますと、グレーが国内株の評価益ですね。そして緑が外債を中心とした足元の評価損益。一番右側直近では評価損となっていますけれども、この2つの合計がですね、白丸の線グラフです。銀行業界全体を合計すると1年前からかなりどんどんと段階的に外債の評価損が膨らんでマイナスになっていってますけれども、まだグレーの国内株評価益の方が外債の評価損よりも大きいということで、線グラフもプラスの域にとどまっているわけですね。結局は黒田総裁を中心とする大規模緩和による国内株の上昇、この恩恵が今外債の評価損を打ち消してくれているわけです。ですので2012年より前、アベノミクスが始まる前よりはまだ運用益の水準というのは上に位置していて、アメリカの地銀のような状況になる懸念というのはそこまでしなくていいという状況ですね。そして銀行における収益の源泉ですね。どこから利益を上げているか、メガバンクと地方銀行それぞれで積み上げグラフをご覧いただきますと、どちらもお金が余っているからといって証券投資、運用というのを増やしている外債を中心に保有高を膨らませるんではなくて、それ以外の融資の拡大であったり、保険や投信の販売手数料といったところを近年は伸ばしているということで、破綻したアメリカの地銀のような経営形態は見受けられない。そんなに心配しなくてもいいというようなデータが上がってきていますね。最後に今年の株価推移を一番最初にアメリカの地銀が破綻した3月9日を境にパフォーマンスそれぞれご覧いただきますと、一番上がトピックス、真ん中がアメリカの S&P500、そして一番下がヨーロッパストックス600ですけれども、一番最初に地銀が破綻するまでは年初来でアメリカが一番パフォーマンス芳しくなかったわけですが、それ以降はですね、最も底堅いのがアメリカに変わっていて、銀行株は特にですね、3月9日以降、アメリカはマイナス 11.1% なのに対して、ヨーロッパはマイナス 14.8%。こちらはクレディ・スイスの問題などもありますので、それなりに理解はできますけれども、日本の銀行株マイナス 17.1% と、欧米よりも大きくやられている。これはいくら金融システムが世界中の銀行を巻き込むという懸念があったとしても、さすがに震源地以外のところが一番やられているというのは割安な方向に対する歪みではないかというふうにマーケットでは捉えられています。個人的にはあまり銀行株というのは大きなウェイトを持ちたくない業種ですけれども、多少ですね、配当狙いということで持つ魅力というのは考えられますので、先ほどご覧いただいた2つの軸、配当の利回りと景気感濃度ですね。4つの証言の中でボラティリティが配当利回り高いところでも落ち着いてくれば、それはマーケット全体の金融システムに対する懸念の和らぎというふうにも捉えられますので、まだまだこの後どういった規制が強化されてくるか、引き続き注視していく必要がある。あまり簡単には軽々しくおすすめですと言える業種ではないかと思いますけれども、引き続き焦点を当てていきたいと思います。今回も最後までご覧いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。